おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こんな人が絵を買ってくれたよということでですね、どんな人が絵を買うのということを意外と皆さん思ったりするんじゃないかなと思って、今回動画にいたしました。意外と普通の方であるとか、逆に大企業の社長さん会長さんなんていうこともあったりします。でちょっとこういくつか印象深いエピソードなどを、交えながら今日はお届けしたいと思いますので、最後までよかったらご視聴いただければと思います。こういういきさつでこういうところにこういう風になんていうことで、見ていただければなと思います。初めの作品なんですけども、こちらの作品です。これちょっと作品以前も紹介したことあるんですけども、私がキャリアをスタートしていったのがいつなのかちょっと厳密によくわからないんですけども、武蔵野美術大学というところに入って、ですね、それが19歳、一浪して入ったんで19歳、20歳の頃ですね。で、入って、浪人が終わってひたすら遊びほうけたんですね。だいたいこう3月23日に東京芸術大学の試験が終わって、ひたすら遊びほうけて1週間、武蔵野美術大学の近くの小川町というところに、移り住みまして、ふと気づいた時に俺は何をしているんだ。浪人が終わって自分が好きなことをやるために大学入ったのに遊びほうけていてはダメだということで、4月の1日から描き出した作品なんですね。で、確かその1ヶ月半後ぐらいにオウム真理教のなんか強制捜査が入ったりしたのをそのむさびのところでテレビを見ていた記憶がございます。で、この作品に関しては約1ヶ月で描いております。4月1ヶ月で、なんでかというと自分にノルマを課したんですね。1ヶ月に1枚は授業とは違う作品を描こうということで、ノルマを課して書いた作品なんですけども、本当にお金がなくて、本当にかぼちゃを買ってきて、で本当にもう安いものを買ってきて、でですね、その時には実はもう浪人時代に一緒に過ごしていた仲間 H 君っていうんですけどもと一緒に、画廊を借りて、2人展をやろうという計画を立ててました。だからもう18、19歳の時には自分たちでやってみたいっていう風な気持ちがありまして、でそれのためにも1ヶ月に1枚4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月とか、1月ぐらいかな、1月にやったと思うんですね。センター試験中だったんで、約10枚プラスぐらいだったと思いますけども、展覧会をやった時に出した作品で本当に処女作中の処女作なんですね。で、この作品に関しては本当にこう友達とかしか来てくれないような、もちろん初めなんか展覧会なんですけども、熊本の方からじいちゃんが来てくれて、その時にそのおじいちゃんの妹さんも来てくれてですね、じいちゃんがこの作品を買ってくれたということで、どこを自分の中で親戚親族やから買ってくれたということを一枚にするのか否かということを迷っていたんですが、もうこの際これを初めて売れた作品ということに私の中で認定しようかなというふうに思ったりなんかしております。そしてですね、こちらの作品ですね。で、その妹さんが買ってくださった。今も東京界隈にお住まいなんですけども、本当この間ちょっとお会いしたらまだまだ元気で、おいくつって言ったら90になるならんぐらいの感じって言ってたかなっていう感じでお元気でまたお綺麗なんですよ。で、すごいな、LINE とか僕友達なんですよ。で、ということでですね、買ってくださったのが本当によく覚えてます。これね、もうむさびのところから自転車で担ぎながらなんか持ってって風に吹かれながら持っていったような記憶があったりして、その郵送会社に持っていくとかっていう時もやっぱりですね、美術品って送るの大変やったりするんで、なかなかどうしたらいいかなっていろんな人に聞いた記憶があります。1996年とかの話やと思うんですけども、考えたら25年もよう頑張ってこれたのは本当にこういった人のおかげかなというふうに思ったりしています。そしてですね、こちらですね、東京芸術大学に入って大学の3年生の時ですね、だから、1998年か9年やと思います。99年かなに、書いた作品なんですけども、その年にイタリアとかに旅行に行って、
ですね、初めて風景画を描いたのがこの作品ペルージャなんですね。でこの作品に関してはまたこれもちょっと遠い親戚ですね。どういう風になるのかなっていうぐらい遠いんですが、まあなんか、子供の頃に正月で会うぐらいの親戚の方のが、横浜あたりで清掃業的なことをやってらっしゃるかなんかで、おまこちゃんなんていうことを言われて全然僕は記憶なくて、で買ってくださったんですよ。でもその時に買ってやるよみたいな感じですね。なんか嫌やなーって感じがして買ってもうたんですけども、なんかすごくこうまあちょっと遠い、他人に近いような人が買ってくれた作品ということで、でもそんなんで買われたくはないなというので本当になんか悔しかったので、その後画廊の人と一緒に展覧会をした人と3人で飲み屋行ったらなぜか涙が出てきたという話をどっかでしたことあると思うんですけどもそういう作品なんですけど、で買ってくださった方後々その亡くなるんですね。若くして60ちょっとで亡くなるんですけども、大事にその社長室の壁に飾ってくださっていたというお話を聞いたので、ああよかったなと今思えば思うというお話でございます。で絵を買ってくださる方いろいろあると思うんですけど、僕はなんか倉庫に眠り続けるよりは作品っていうのは本当に欲しいと思ってくださる方に持ってもらうことの方がいいんじゃないかなというタイプです。中にはなんか売るもんじゃないとかっていう人とか差し上げるという人もいるかもしれませんが、やっぱり自分がこうやってきたことに対する対価として、やっぱりねただ好きで書いてるというだけじゃなくてプロとしてやっぱやっていくためにはやっぱりお金というのも必要ですし、お金が入ってきたことによってまた大きなパネル変えたり額縁つけたり筆変えたり絵の具変えたりするわけじゃないですか。で自分のやりたいことのためにはそういった循環というのも必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。でそれと同じ頃にこれ書いていた作品なんですけども、この作品もこっちの方が完成は早かったのかほぼ同時に書いていた記憶があるんですけども、この作品も買っていただいたんですが、これは画廊とかを通さないで買ったんですね。売ったんですね。で大学の4年生の時やったと思いますけども、卒業制作を見に来たある有名な千葉のコレクターという人がおられて、保木美術館さんと双曲をなすぐらい界隈では有名な人がいるんですね。でお名前とか出さん方がいいなと思いますけども、でその方が私の卒業制作を見て後で出てきますけども、それでぜひ欲しいということで、来はったんですよ。ちょっとこう多分モザイクかけやなあかんからあまり見せれませんけども、こちらなんですけども、卒業制作もうぜひこれが欲しいんだって言って、で私の卒業制作は一応こう一等賞で卒業すると東京芸術大学というのは買い取り買い上げになるんで、美術館に永久保存的にされているはずなんですが、ちょっとそれは無理ですっていうことで、ちょっと他の作品見せてくれということで、これいいねって言って、その方基本的に人物しか買わないんですけども、これを買ってくださったという経緯がございます。牧野邦夫さんとかっていう絵描きさんもたくさん持ってらっしゃったりとか、若い頃の今有名になってる作家さんの絵とかをいっぱい持ってるので、多分知ってる人はみんな知ってるんですね。でその人から面白い提案があってですね、大学院生博士課程やったかな、毎に月確か3万円くれると、年間36万2年間72万、くれるから2年後あたりに100号3年やったかな、本当に100号の絵をくれないかという条件もくれて、私はじゃあそう言うたら私費の奨学金ですよね。私費の奨学金というので、いただいたんですね。だからすごく当時は本当にちょっとその3万円とかでも、例えば月のバイト代とかっていうので、少しこうサボれたり休めたりとかして、すごく重宝した記憶がございます。でその時にお譲りした作品、これもモザイクかけますけども、こちらの作品になるんですけども、ちょっとモザイクかけないといけないという作品が案外あるので、ちょっと YouTube 上規約上ですね、こういった作品を100号収蔵してくださったりしています。他にも130号2枚の組の作品とか、じゃあこの人何してんのかって言ったら、ビルを持たれている方ですね。そういうものでなんかいくつか持たれているとか、ちょっとはっきり僕らも仕事も知らないというのが現状で、でもビルは持ってるというのはその方の名前のビルやったりするので、多分そんなこともされてるんやろうなって、いろいろ多角的にやられてる方やなっていう感じやと思います。
で、ですね、卒業制作においてですね、こちらの作品というのが自画像として、東京芸大は収蔵するんですね。5000円で。で、首席やったりした人に5000円かける60人やからいくらですか ?30 万ぐらいなのかな ?30 万ぐらいこう渡されて、小木曽お前ちょっと配っとけ、ちょっと自画像同級生に全員に5000円渡せって言うて配って、うわ、マジかと思って卒業式の時一生懸命配るんですけど、でそのお金持ってパチンコに行ったって話してたことあると思うんですね。人生で最初で最後のパチンコなんですけども、でこれが一応収蔵されているんですね。で実はこの作品が売れたという形ではないんですが、この作品と実は同じ時期に描いていた作品がちょっと画像悪いんですけど、こういう作品があるんですね。なんか土から自分が出てくるみたいなよくわからんような絵描いてるんですけど、もう23、4歳ぐらいかなの本当若気の至り的な作品なんですけども、こっちの方が僕気に入っていたんですよ。で2枚描いて気に入っていたけど気に入っていない方を芸大に収蔵してしまったんですね。めっちゃ後悔してます。皆さんそういうことのないように東京芸大の学生さんも渾身の一発をぶち込んであげた方がいいと思いますよ。でもこれ結局こう出す機会がなくて、個展かなんかがあった時に出したんですよ。そしたらこれが欲しいという人がまた出てくるんですね。自画像なんか欲しいですかなんていう感じなんですけど、でこの人とはなんとなくその後も縁があって、この人は何をしてる人かっていうのもちょっと僕は分かってるけど言えないんですけども、絵を収集されていて、でコレクションがまた面白いんですよ。で何かというと一般人が好むものではない、ちょっとその作家さんが思いっきり挑戦をしたようなものをコレクションするんですよ。変な人ですね。僕はその人を、変態コレクター、変態的な作品をコレクション、陰口じゃないですよ。ちゃんと面と向かって言ってますから大丈夫ですよ。というふうに言うてます。うわ来た S さん来た S さんなんですけど、ということを言うています。で2000年卒業ぐらいして、2001年が大学院生ぐらいでなんとなくグループ展とかを呼ばれたりするようになってくるんですけども、多分その頃出したか出してないかこの作品なんですね。でこれ2001年の作品なんですけども、なんか本当にここ向こうに私がちらっと映ってるの分かります。しょうもないものにまだ金も貧乏でね、もう貝殻があってというものを描いてるんですよ。でこれ今考えたら20年前の作品なんですね。でこの作品に関してはちょっとエピソードがあって、で多分展覧会とかで売れなかったんですけども、とある画商さんに預けて、でその画商さんが地方を回る、いわゆる今でいう風呂敷画廊って今言わないかな、昔風呂敷に絵を持っていろんな人の外商さんとかの回るというような人、風呂敷画商とかっていうのか分かんないですけど、地方のデパートとかで、やられるような感じが中心やったりするんですけども、でその人がなんかこう佐賀のですねとある人のところに持ってったら、とある人というのがこれを買ってくださった。多分2004年とか3年とかでしょうかねぐらいのことだと思います。で僕が佐賀大学に着任した時に、その絵を持っている人が私の佐賀新聞という新聞の小さなこのぐらいの記事でした。もうどこに切り抜きがいったか探せばあると思うんですが、その記事を見てその人がぜひ会いたいということで、その画商さんとその人と私とですね、会うということになって、佐賀で有名な焼き鳥屋さんに行ってですね、美味しかったです。未だに覚えてますが、緊張しながら行きました。当時はすごく人間不信がちょうどピークに達しているぐらいの時期なんですけども、お会いして、でその先生と実はいまだに、すごく縁が深いというかですね、本当に小さな記事を見つけて、読んでくださって、その人がいろんなことを教えてくれたりとかして、私にとって本当に人生の師匠であり、お父さんみたいな本当の感じでもあり、友達というと失礼ですけど、友達本当2人で夜中遅まで飲んだり、その方のお医者さんなんですね。もうワクチンを打たれたりしてるので、別荘とかに呼んでいただいてとかっていうことをしたりとかしています。でこの作品その頃同じぐらいに書いたんですけど、これはですね売ったわけじゃなくて、これはプレゼントしました。で僕は油絵をプレゼントしたことってほとんど多分何枚かしかないんですね。でやっぱりそれはやっぱりそこのところプライドがあるんですけども、まだ僕も若くて、でこれなぜプレゼントしたかっていうと、そのすごい可愛がってた子が、漫画家になるから私大学辞めますと、東京造形大学かなんかを1年生か2年生玉美やったかな、東京造形やったで辞めると、で漫画家になるんでっ
って言うて僕にどうしてもそれは言わんといかんというので、東京臓器はどこですか、橋本とか東京のね八王子のちょっと先ぐらいとか偉いところからわざわざ池袋まで来てちょっとそれだけ報告したいんでっちゅうので報告をしに来てくれた時に分かった分かったよちゅうてプレゼントした作品で、彼は未だに漫画家として頑張っていて、大学の非常勤の先生とかまでしているぐらいの感じになっているので頑張ってるなということでちょっと紹介させてもらいました。で先ほどのまた T 先生なんですけども、この作品なんかもですね、持ってくださっていて、本当にお忙しい先生で海外に学生時代に留学とかされていたんですが、もうそこから何年も海外に行っていなくて、ようやく自分の病院に副院長的な当時ですね人をつけることができたというので、時間ができたから一緒に行こうよギソ君ということで、イタリアとですね行ったんですね。でイタリアに行って、着いた都市ボマッツォというすごい小さなトラベルプランさんという、京橋にある旅行代理店が私と行くツアーみたいなのを何度か組んでくださって、すみませんもう全然人が集まらなくて、今の方が集まる可能性高いですけど今海外行くの難しいですけどね。でそれのツアーをじゃあ企画した時にその T 先生が手を挙げてくださっておいこいこいこいっつってですね行った町なんですよ。で本当にもう有名な佐賀で有名な先生で、ちょっと電話です切りますね。でその T 先生というのは本当に佐賀ではすごい有名な先生で、もう医者さん関係とみんな知ってるんですけども、その先生がすごくいろいろ広げてくださったわけですよ。いわゆる私にとってのパトロンでもあるんですけど、インフルエンサーっていう形ですね。だからこういう出会いというのはすごく大事やなと思いますし、本当に感謝しています。本当にちょっと怒らんと、YouTube 見てると言うてますけども、言いますけど面白いエピソードがあってですね、ロストバッゲージになっちゃったんですよ、この先生だけが。要は空港に着いて、イタリアの空港に着いて、そしたらですねバッグがもう違う都市に行っちゃっていて、ロストバッゲージでもう着るものも何もない、全部カバンに入れてしまっていたねえ。でもどうしようなんてなったけど、いいやって、本当はねそれだけ偉い先生やったら本当あれなんですけどね、下着もなかったんで、その小さな町で紙おむつを買ってましたそれでも楽しそうにされていて、本当に僕も思い出深い旅行だなと思います。でこれも一緒にですねチェコに行って買ってくださったりとかしてですね、僕が本当にこの時は自分自身も体調悪かったんですけども、絵もあんまり良くなかったんですが、絵も良くないしっていうのでも展覧会があるとまずいの一番に手を挙げてくれて、要は購入してくださることによって、個展とかってやっぱりですね赤い印がついていたりすると動きやすいんですよ。でやっぱりこういう人たちが応援してくださるんです。とにかく応援してくれるということに本当に感謝しております。で、その絵的にはもうちょっとまた戻るんですが、2002年のこのじいちゃんばあちゃんを描いた作品、修了制作、大学の修了制作なんですけども、この作品なんかは佐藤美術館さんで個展をさせていただいて、あの時すみませんでした。なかなか会場に行けなかった。もう赴任して間もない頃だったので、本当に動き方がわからないと。今やったら全然行きますけどね、2週間ぐらい行くかもしれませんけど、そういう話あったらぜひよろしくお願いします。今とはちょっと状況違うので、でもこの作品をもうでっかいのでこんなん売れへんでしょっていうので収蔵してくださっております。ね、美術館が買ってくれたり、お医者さんであったりで、ちょっと誰に売れたかわからないんですけども、そのあたりからこういう風景画も頻繁に描くようになっていったということがありまして、これ2003年頃やと思います。でやっぱ当時は絵を描くために取材に行っていなかった、風景を絵に描くという取材に行っていなかったところもあるんで、あとフィルムカメラだったんですね。だから写真に撮ってそれをまた現像に起こしてから、こういう撮れていたって、こういうのシエナとかですね。確か2004年頃、今から17年ぐらい前の個展とかデパートで東急百貨店でやった個展に出品している作品です。どこに行ったかちょっと分かりませんが、その前後ぐらい2005年ぐらいやったと思います。これも2003年って書いてますね。ローマの絵を描いていたりとかします。こういった
った作品は正直デパートとかで売れた場合とかってどういうお客さんが買ってくれたってなかなか教えてくれなかったりします。これなんかもその個展に出した時にでっかい作品55やからどうなんかなと思って、でもなんとかこれも売れて、正直デパートは知っていると思うんで、毎日何かあった際にはそのデパート経由か、もうそれがどこか行ってしまったか分かりませんが、こういった作品もあります。ちょっと誰が買ったかという話ではないんで、ちょっと話の流れ上こういう風景画もその後から書き出したというお話ですね。そしてこの作品なんですね。で、この作品もう一枚似たような作品があるんですが、この作品というのは2003年に書いてあります。で、今から17年、18年ぐらい前なんですけども、気に入っていて、これはですね、昭和会賞というのに出品したんですね。で、それで落選するんですね。2003年ですね、多分ね。で、それですごくめちゃめちゃ落ち込んで、もう本当にもう30号2枚を持ちながら大学まで山手線に乗って帰るっていう。で、そしたら山手線の中でなぜか涙がよう泣いておんなこいつって感じですけど、出てくるんですよ、悔しすぎて。で、ボロボロ出てくるっていう話をどっかでしてると思うんですけども、でもこの絵出す機会もないわと思ったら、アルガローさんが東美アートフェアっていうんやったかな、なんかそういうのが東京美術クラブのアートフェアみたいなのがあって、今の東京アートフェアじゃないですよ、であって、でそれに出品したいというので、いいっすよいいっすよっていうことで、出したと。でこの作品をすごく気に入ってくださった方がいて、2枚買うてくださったんですよ、その30号の1枚で。その方というのが大手量販店の社長さんだったんです。皆さん絶対に知ってると思います。知ってる会社言いませんが、でもうご自宅まで行ったこともございます。すごい豪邸でびっくりしました。マンションの何階か何階かをぶち抜いてましたっていうぐらいのあれでした。で、大手量販店のもう超有名な会社の社長さんが買うてくれたというお話です。そしてなんとか昭和会賞というのを受賞して、これも笠間日動美術館というのに収蔵していただいている作品です。たまに出てくるのか否か分かりません。私もそれ以来これが6年、に、受賞するんですが、この作品で受賞させてもらいました。で本当にそれで日動画廊さんとのお付き合い、他のデパート画廊とかいろいろお付き合いももちろんあるんですけども、非常に大きくなっていったなっていう実感もあります。その時出していた作品とかがこういう作品が売約になったりとかしています。誰が買ったかまではもちろん聞いていません。でその縁で日動画廊さんとも個展を今4回か5回してるんですよ。で東急さんとか高島屋さん、三越さんとかでも三越さんに2回させていただいたりしてるんですけども、デパートさんとかでもさせていただいて、これは2011年ぐらいの個展やって、今から10年前ぐらいの個展やったかなと思いますけども、これは初日に売約になったんですね。で完全にもう向こうから入ってくる人がいて、で私初日でドキドキしながらだったか覚えてないですけど、この人見たことある、皆さんも知ってる人なんですよ。で、裏の方に行って画廊の社長さんとか副社長と話してたか知らないですけど、応接室で話をして、で出てきた時になんか面白い点なんかやってるね、おおとか言って、君はとか言って、佐賀で今先生もしながら絵描いてますなんていう話をしたら、私は北九州出身で、はいヒント1、っていうことでですね、でちょっと1枚もらおうかななんて言ってこの絵を買ってくださったんですよ。ヒント2、今ちょっとこれを録音してるのが6月25日ぐらいなので、今その方はお休みしている人の前職の人です。さあ考えてみてくださいこの方ちょっと絵画関係のことでも揉めたりしたんですけども、この作品に関してはちゃんと自分のお金で買っていると。自分のお金かどうか分かんないので、オークションかなんかでヒント3、はいこれぐらいにしておきます。でちょっと話は戻るんですけど、 T 先生がやっぱり広めてくださったおかげで、この絵もお医者さんのこの絵も T 先生ですね、が買ってくださいました。有名な整形外科の先生でですね、本当いつもありがとうございます。本当に、もう名医というような形でしょうか。やっぱり私はそうやって、応援してくださる方によって成り立っているんですね。だから絵描きさんというのはそういう人の縁とかっていうのもあったりとかして、いろんな人の考えとかも聞ける機会もあったりするんですね。面白いですよ。
そして2013年、ちょっとストーリーは飛ぶのかな、この作品で保木美術館の大賞展というので、賞2番目かなんかわからないですが、当時その募集要項には書いてなかった美術館長賞というのをいただきました。ありがとうございました。それでやっぱりすごく保木美術館さんのやっぱ影響力であって、いろんな人に認知してもらうきっかけになっていったかなというふうに思います。もちろんそれまでもいろいろこうあったんですけども、同時期に書いていたのがこういった作品ですね。でこれなんかすごくこうスピード感を持って書いて、すごく早かったです、書くのも実は。本当どこなんやって感じですけど、これ大学の構内というですね、奥の方に白く見えるところっていうのは本当は道路で、その道の奥には浦部という学食があるっていう、佐賀大学生ならわかるような、佐賀の人ならわかるようなお話ですけども、それを川に見立てたような絵です。絵だからですね、その辺はこう変化させて、あと葉桜を描いていったという作品です。これはですね、鹿児島の方の美術館を経営されている鶴の来町ミュージアムというところに収蔵されております。で2013年ぐらいの個展やったと思うんですけど、三越さんでやった個展ですね。こちらですね。でこれの作品というのはすごくこう私も気に入っていたんですが、展覧会の最後の方まで売れなくて、ええかななんて思ってたんですけど、確か最終日に建築関係の人が買ってくださったという例があります。最後の方にそうなんだ、建築一級建築士かなんかをされているというようなことを聞いてました。でなんかこの絵を欲しいと言うていた人がいたんですね。佐賀のもう某放送局の現会長、もうこれで佐賀の人ほぼわかるんですけども、欲しいと展覧会会期中2回ぐらい来てくださって、いやーなんて言ってですね、で結局売れて、うわ残念なんていうことがあったんですが、その方が結局は保木美術館さんも好きで、佐賀県に保木美術館展を呼んだりとかして、巡回展って今やってたりするんですけど、結構早いうちに巡回展は佐賀県立美術館がやったりしてるのはそういったご縁があるんです。で私も全然いいっすよって手伝ったりとかして、空いてる時間ギャラリートークしたりとか会場に行ったりとかして、いうことで、だから超写実展っていうのと、もう一回保木美術館名品展、保木美術館名品展が先ですけど、その後超写実展っていうのをやったりしてるんですね。でそういうご縁があってですね、ということもあったりします。あとはちょっとその後にこの作品で、青木茂記念大賞展というので2番目の賞を取るんですけども、これはお医者様が買ってくださって、僕のずっとファンやっていうので、実はいろんな画廊さんとかから買っていたりしたんですけど、直接お会いするという機会があったのかなかったのかっていうことで買ってくださった作品なんですよ。大きい作品100号ですよ。100号とかの作品も持ってくださるということがあるんですね。面白いですね。こちらの作品ですね。これは高島屋さんというところでやった時に出した作品なんですけども、これは京都で売れたんですが、ちょっと話せるかな、もう話しちゃいましょうか。とある有名な会長さんが買ってくださるということになって、私も企業名まで聞きました。でもちょっとだけ巡回展とかがあったりなんだったりとかしていたのか、ちょっと画廊さんとその方といつなんか連絡がうまいこといかなかったなんかで、やっぱり買うのやめとくわみたいな感じになったそうなんですね。でも僕としてはもったいないねなんて話して、僕からじゃあ直接ちょっと謝りの手紙でも書きましょうかみたいな感じで言うた、謝罪の大きさ有名ですもんね、言うたらいやっていうことで、その画廊の人が大丈夫ですって言って、多分その旨かなんかを伝えたかなんかでうまいこと言ったみたいな感じで、めっちゃ有名な会社の会長さんが買ってくれていて、どこかの別荘に飾るためということを聞いております。皆さんも多分絶対使ったことあるような、その辺にもものがあるんですねというようなことでございます。はい、でこちらはまた鶴の来町ミュージアムというところに私の大きい作品が結構あったりしますので、機会があったら覗いてみてください。そういったご縁とかもありますし、こういう作品は佐賀のお医者さんが買ってくれたりとかして、あります、お医者さんであるとか社長さんとかですね。これもそうですね、もう本当にいつもありがとうございます。楽しく早くコロナが終わってまた皆さんで遊んだり飲んだり、これなんかは佐賀の建築の方が、2018年の個展で、買ってくださったという話でございます。
じゃあ企業の会長社長とかばっかやなきゃって話かもしれませんが、意外と一般の人ももちろん買ってくださったりするんですよ。最近もぜひ小木曽先生の6585ぐらい欲しいんですけどっていうことで連絡あって、じゃあ画廊の方がこうですねとか、いろいろこうメールとかのやり取りとかして、買ってくださったりとかっていう例とかもあったりします。でこの作品に関してはですね、ユーミリ先生の表紙にしていただいて、まず本の草稿というかこう原稿をわーっと読んでですね、でそれを見て絵を描いたんですね。このつまぐろ標文というのが、本の中に出てくるので、それを描こうかなということで描いた作品なんですけども、これは2017年の高島屋さんの個展で、大阪が京都の会場だったんですけど、僕より若い人がフラッと来て、ボソボソボソと絵欲しいんですけど、ちょっと誰に言ったらいいんですかって、そうです、じゃあ画廊の人にちょっと言いましょうかって言って、画廊の人となんか話してて、若い人、それでなんかちょっと一時いなくなって、現金を下ろしてきて、現金で僕初めて見ましたね。大体の人カードかなって感じなんですけど、現金で買ったっていう、本当に若い人が買ってくれて、僕はすごい印象に残っていて、非常に嬉しい経験をいたしました。まあこういった感じでいろんな人が絵を買ってくださっているおかげで、私というのは今現在あるんですよということで、約30分途中が電話が入りましたが、皆さんもね作品とかを保有してみると、それなりにこう日常というのが変わるということもありますので、ちょっと参考に、こういった人が買いました。あんまり参考にならなかったかなということで、本日の動画はこんな人が絵を買うんだよ的な感じの動画といたしました。ではチャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。